皆様、こんにちはかな、こんにちは。今日はおいでいただいてありがとうございます。ご紹介いただきました平田理香と申します。今こちらの、ピースブリッジという非営利団体の会長をさせていただいております。でこの会長を始めてそんな何年にもなっていないので、私は日本人連合協会の会員をしていた時にこのピースブリッジがいつもこの大阪聖家族の家というところから孤児の子が4人、男の子2人女の子2人毎年夏休みにこちらにもう一生に一度の思い出というの旅ということでハワイに施設の中からテストをして厳選された子どもたちがやってくる、それの通訳をずっとやっていたんですね。なのでピースブリッジの方々は皆さん存じ上げてたんですけれども、特にそのピースブリッジとはその外からお手伝いする役をずっとしていました。それでそれでヒューにも出会ったんですけれども、でなんだかんだと言っているうちになぜかピースブリッジの会長になっちゃったというようなことでございます。でちょっと説明をさせていただきたいと思うんですけれども、そもそもですね、1949年ですから第二次世界大戦が終わってからですね、説明いただいた、ヒュー・オーライリー・シニアっていう軍曹の方がおられて、その方が、要するに、GHQ と一緒ですよね、日本においでになられてちょうど大阪に駐屯されていました。でこの聖家族の家という孤児院があって、もう子どもたちがもうなんとその服もそんなになく食べるものもなくしていたのを見て、その大変気の毒に思われてですね、その1949年に赤十字の施設団の人たちと一緒に同行してこの施設でのクリスマスパーティーをされたのがきっかけです。で、その1949年ですからちょうど去年で75年もうずっと同じ、交流がその大阪聖家族の家とは続いています。それでこちらにいらっしゃるのはヒュー・オーライリー・ジュニアさん、お父さんが同じ名前なもんですからちょっとややこしいんですけれども、ですからそのお父様がやってこられたことを、こちらでそのまま、その火を絶やさないように一生懸命に、やっておられます。でこの、ピースブリッジというのは、2006年ちょうどそのヒュー・オーライリー・シニアお父様が亡くなられた年に非営利団体を作りました。っていうのはそのお父様がいなくなっちゃったのでそのつながりが途絶えちゃうといけないので非営利団体を作ってこの活動をずっと絶やさずにやっていこうということでやっています。で不思議なことに大阪にもこの活動を支援していただいている方がおられて、その方も、ヒューさんのお父さんと一緒に共感して金銭的にドネーションしていただいている方なんですけれども、でその方もお父様から今次世代ヒューさんと同じように息子さんが今でも大阪聖家族の家を支援してくださっています。で子どもたちはですね、とりあえず、夏にいつも2週間ここにやってくるんですね、男の子2人女の子2人。それでそのミリタリーオーライリー軍曹がおられた127227という老犬部隊ウルフハウンドっていう部隊がいるんですけれども、そこの方々がホストファミリーをしてくださって子どもたちは2週間日本での生活を楽しんでもらっています。で我々はその子どもたちが過ごすその楽しいアクティビティのセットアップ何かを手伝っています。あと12月第1週頃なんですけれども施設に送るクリスマスのプレゼントのギフトラッピングの活動がスコフィールドの
感謝のところで、みんなで集まってやっています。でそれをですね大きな段ボールに入れてだいたい20個ぐらいですか24個ぐらいですかね、詰めてそれを大阪に送って、クリスマスの日には、老犬部隊の、兵士さんが、何人か行っていただいてそのサンタの格好をしていただいて子どもたちにプレゼントを差し上げているというのが、大体の活動になります。でこの、大阪聖の家族という家なんですけれども大体0歳児から、高校生までで今日本の法律が変わりまして高校卒業してもいられることになったので大学生の子もいます。で大体170人ぐらいですね。でその中から数名ハワイに里親っていうか、もらわれて来られた方がHow many got here that orphanage that adopted here? 4? No, like 30. 30? The orphanage that adopted here? 30? 大体30人ぐらいいます。それで私もびっくりしたんですけれどももうリタイアされましたけど私の銀行の、ユニバーシティの支店の支店長をやられていた方もなぜかその集まりに来てらっしゃったんでどうしたのって聞いたらいや僕アダプトされたんだよって僕もこの大阪の聖家族の家からアダプトされて今ここに住んでるんだっていうふうに言っていました。だから本当にそういうラッキーな方々もいらっしゃるんですが、日本はなかなかその親御さんがその親権を離さないのでアダプトされるのは非常に難しい本当にレアなケースだと思います。でも日本で個人に育ってその孤児としてその成長してその大人になって自立していくよりはこちらで親御さんがいてアメリカのパスポートをもらってここで過ごすって本当にラッキーなことなんだなと思います。ですね、それでとりあえずそのような活動をさせていただいているんですけれどもですからクリスマスにはおもちゃのドネーションとかもいろいろいただいたりしています。というのは0歳から高校生までいますので男の子と女の子のそれぞれギフトを集めてラップしてお送りしてますので、そういうようなことなんですが、ともかく隣のヒュー・オーライリーさんがヒストリーの歴史の方なのでちょっとオーライリーさんの方からいろいろなこの、ピースブリッジというか、ウルファウンドですね老犬部隊とこの孤児院とのその歴史について語っていただきたいと思います。Good morning. I'm sorry, 日本語は全然わからない。So Rika will have to translate for me. As you heard, this tradition started in 1947. My father was in the Wolfhounds as a soldier, and it was after the war. Here. It was after the war, and the Japanese government was having a hard time to support the children because there was no money, there were no food. You want to translate as I go? Or? You took it. Just whatever it is. Okay. And it's a tradition in the U.S. Army when they are stationed overseas. They go somewhere at Christmas. They go to schools, they go to orphanages, and they visit. Only this time when they visited, they saw things they never expected, and they never forgot. They stayed faithful to the Holy Family Home my father's entire life. He died in 2006. They support it every year. They bring 2 to 4 orphans to Hawaii. And at Christmas, they send Santa Claus with gifts. Can you translate? Sure. とりあえず日本政府、1945年ですから、戦争が終わった年ですよね。日本ももちろんその貧困だったわけですし、みんな戦後で苦しい生活をしていた時期だと思いますので、もちろんそれに例に及ばずこの聖家族の家というのも非常に子どもたちも苦しい生活を送っていました。
でこのミリタリーがですね必ずクリスマスの時にはどこに駐屯していてもその学校とかそういう施設にクリスマスは訪問するという風習になっていたので、今回は初めてこの近くで交流のあった、聖家族の家というところにオーライリー軍曹が自分たちの部隊を連れて訪問したということになります。Well, when the Wolfhounds first visited the orphanage, there was no building. The children were living in open tents. They didn't have clothes, they didn't have food. So the Wolfhounds immediately started bringing them food and money, and eventually they built the orphanage. They raised enough money, and the orphanage is still there to this day, the same building, this building. And they continued to support it over all the years, and it became a big story in America. America embraced the history of this, and there were articles in Life magazine, and Look magazine, and Time, and eventually they made a movie about this tradition and my father. But the important thing, the thing we're here for is this fellowship. It doesn't matter about race or gender. It's about working together and supporting each other. And I think one of the reasons this has lasted so long is because the Wolfhounds came from Hawaii and they understood the meaning of aloha. And I think that is why this is now the longest tradition in the U.S. military with a private organization. 最初ですね、戦後その孤児たちがいたところはほとんどそのビルというか建物がなくてテントで結局食べ物もない着るものもないそういう生活をしていて、それを見かねてですねそこからその定期的にその食べ物を持ってきたりその着るものを持ってったりそういう活動が始まりました。でこのウルフファウンドというその部隊なんですがもともとハワイなんですね。でそれも幸いしてからその75年続いておりますけれどもやはりそのハワイに来た兵隊さんたちもやっぱりアロハスピリットアロハの精神というのは分かっていただいたと思いますのでやはりそういう精神でその困った人たちその子供だろうが大人だろうが何人だろうがその人種が何であろうがそのみんなを助ける困っている人たちを助けるみんなで助けていこうそういうアロハの精神でもうずっとこのまま75年も活動は続いています。Today the children are fine. They have plenty of food and clothing. They go to school. There are usually about 150 children from infants, 2 months old, until 16, 17, 18, then they move out. So their needs are taken care of, but what they miss is family. And the children love this relationship. Every generation of children learns about it, and they love the Wolfhounds, and I think they love us. They are very grateful to have family. Most of us are very lucky that we had family. They didn't and don't. So this gift of family is the best thing we can do. 今ですね施設はやはり子どもたちはもう学校にも行ってますし食べるものもきちんとありますし着るものもちゃんとありますし普通の生活をしています。ただ一つ欠けてることは家族がいないということ。家族がないでそのためにそのウルフファウンドの兵隊とか、我々とかですねあの子たちの家族として接してさせていただいていてですね彼らもその子どもたちもやっぱりウルフファウンドの兵隊さんたちが来るとものすごく喜んで慕って交流をしていますし、言葉は通じないんですけどねで我々が行った時もみんながわーってハワイに来た子もいるしこれから行く子もいるし
ハワイのピースブリッジの人たちだよっていうと、みんなわーっと寄ってきて話をしたりしています。These are some pictures of at Christmas time when soldiers and local organizations donate gifts for the children. And usually, as I say, there are about 150 children. This year we had 750 gifts donated. So it was a big Christmas for everyone at the orphanage. And of course they send over a soldier dressed like Santa Claus, and the children put on a show for them to welcome them. And it's something they look forward to all year. They practice the whole year to get ready for this. And these are some of the commanders or soldiers who visited. And I guess this is Japan, the Osaka City Council. And this is the orphanage today, the main building. And it's still in good shape. And I guess here we start with the summer. You're going to translate that part? Okay. 今お見せした写真がクリスマスのギフトラッピングの時なんですけれども、箱の中に全部収めて、今年は、今年というか去年の12月は75周年ということもありまして、750個のギフトを箱に詰めて大阪の方に送らせていただきました。そういうものを送ったりするのもやはり日本航空さんとの協力とかですね、もういろんな方々がこの活動に協力してくださって、兵隊さんもサンタの格好をしてそのクリスマスを過ごすの、子どもたちもいつもその歓迎のその劇とかですね、歌とかですね、いろんなものを一生懸命練習してその日のために頑張って、でもう毎年毎年クリスマスの日を大変楽しみにしているようです。それででこちらがですね、今の聖家族の家の施設のメインのビルの写真なんですけれども、結構古いんですけれども、綺麗に使っていただいていて、ちょっとなんとなく学校の校舎みたいな感じですけれども、中は本当に小さく区分けされていて、いや私もあんまりその孤児院とかあんまり馴染みがなかったので、どんなとこなんだろうと思ったんですけれども、別にこういうその大きなところにわーってこう雑魚寝をしてるわけではなく、なんとなくこう小さく区切ってですね、それぞれなんていうんですか、年の違った子と男女一緒に一区画のところにいて、なんかそので先生がいて、でその家族のようにな形態で子どもたちは過ごしています。This is when the orphans arrive. We select with the orphanage 4 children every year to come to Hawaii. And it's a special thing that all the children want to do, of course. And we have a ceremony at Honolulu International Airport. You're all welcome to attend. If you would like, we'll let you know when that is. The children have usually never been on a plane before. They've certainly never been to Hawaii before. So they're kind of shocked, but they get used to it very quickly. And they really have the best times, I think, of their lives. And that's one of the reasons why I decided to continue this after my father passed, because I realized how important it was for the children to understand that, you know, we're all together on this earth. We have to live together, and we have to show each other kindness and compassion. So this is an important symbol, not just for Hawaii, not just for Japan or the military, it's for everybody. Last year, Governor Green went to visit the orphanage, and he and his wife had a great time. They were supposed to be there only 20 or 30 minutes, and they stayed 1.5 hours. They didn't want to leave. この写真はですね、2015年に4人の子どもたち、2人の男の子と2人の女の子が来た時の写真です。で空港でみんなでお出迎えをするんですけれども、
ここにいる犬はですね、老犬部隊のマスコット犬、イタリアンハンド、ロシアンロシアのハウンドドッグなんですけど、すっごい細い、もう足がこんな細い、もうピッてやったら折れちゃいそうなもう足なんですけれども、この犬コーチャックっていう名前なんですけど、歴代何代か変わっていくんですけれども、コーチャックっていうこのマスコット犬もちろん子どもたちをお出迎えに空港まで来てくれています。それでこの子たちはもちろんパスポート取ったこともないし、飛行機に乗ったこともないし、ましてや外国に行ったこともない子どもたちなので、本当に最初はちょっとうつむき加減のシャイな感じなんですけれども、もうすぐに慣れていろいろとあれやりたいこれやりたいとかっていうふうに言って2週間を過ごしています。でこちらがですね、ハワイ州のグリーン知事夫妻がですね、2024年去年の3月この施設を日本に出張に行かれた時に立ち寄ってくださいました。それで本当はなんか2、30分しか時間なかったんですけれども、結局のところ1時間半ぐらい滞在されて子どもたちと話をしたり、あとはその施設の中を見て回ったり、ちょっと分散しているところもありますので、そこも見ていただいたり、0歳児の子どもがいたらこう夫人は抱っこしてくださったりとか、そういうふうにして過ごしていただきました。でこの活動ですね、軍隊と一個人とか、そういうことだけではなくですね、やはりその人としていろいろなどうだからこうだからということではなく、やはりその助け合って生きていく、そして子どもたちにも、やはり一生に一度の思い出としてとってもいい思い出を持って帰ってもらいたい。もちろんアロハスピリット、アロハの精神のも持って帰ってもらいたいということで、私たちも一生懸命にいろいろななんていうんですか、イベントを組んでですね、楽しんで帰ってもらうようにしています。So I guess this is when my father died, right? I guess. Okay. Yes. こちらのはですね、朝日新聞になるんですけれども、お父様のオーライリー軍曹が亡くなった記事が朝日新聞に、出ました。Can I explain the story of the little girl? My father. This picture of my father with the little girl is a special story. This was in the very beginning of the orphanage, and this little girl, of course, was an orphan, but she had syphilis, and was blind. So everyone was afraid to touch her. They did not want to be near her. So she already was an orphan, not enough love, and now nobody would touch her. But my dad didn't care, and he picked her up, and I think this picture was in maybe Life magazine, and it became the symbol of what we do. It doesn't matter. It's important. Everyone is important. この写真ですね、これ実際オーライリー軍曹と一人のオーフェネージ、その施設にいた女の子なんですけれども、この子は目が不自由で目が見えなかったんですね。それでもちろんそれで孤児院にいるわけですから、あまり普通の人はその彼女にどう接していいかわからないし、あまりその手を差し伸べたりしなかったんですけれども、オーライリー軍曹はそんなこと関係ないので、彼女を抱っこしてどうにか、あやそうとしてるんですけれども、これ本当に初期の頃1940、そうですね、9年7年から9年の間だと思うんですけれども、その頃の本当の写真です。Yes, she passed away last year. I was lucky enough to meet her the year before she died for the first time, and she was really tiny, maybe came to my waist, and blind, of course, but she worked as a masseuse until she died. When she met me, I was speaking to her, and she started crying because my voice sounded like my father's to her.
And so it was a beautiful circle. この彼女はですね、この小さな少女だった彼女は去年亡くなられて、ヒューは、その前の年にこの女性に会う機会がありました。で彼女と、話をもちろん英語ですけれども話しかけた時にお父様の声と本当に同じだったので彼女今も目が見えないんですけれどもその声が本当に同じだったので彼女はそのヒューが話し出した途端泣き始めちゃうもう涙がもう溢れて泣いておられたそうなんですけれども今もお亡くなりになるまでマッサージ師として働いて生活をされていたようです。こういった話なんですけれども何かご質問とかございますか？私もそういうところ職員として働いてたんですけど政府からの私は沖縄県ですけどそこからの援助が80とにかく結構あったのであとはみんなのごめんなさい聞こえますよね私の声大きいから大丈夫聞こえなかったごめんなさい私もこういう個人っていう隣の人を愛するっていうので愛理園っていうところで4年間住み込みだったの私の方は住み込みで働いていたんですけど、沖縄県時はそうだね復帰前だから沖縄は琉球政府ですよねそこからだいたい 80% ぐらいのサポートを受けてたのそしてきちんとしたあれは私たちはキリスト教の団体の施設ですから最初アメリカの方が広大な土地をもうすごいよ20エーカーぐらいの大きい土地を買ってそこに一軒家一人の保母さんがそこに住むことによって女の子5人男の子5人って一軒家こうやって普通のお家みたいにしたの最初台所があって保母さんが真ん中に住んで男の子5人女の子5人ってだから大変だった5時に起きてお食事作って学校行く人は時給食なかったからお弁当作ってそして子供も送り迎えしたり住み込みじゃないとできないのもそういうことはでも政府のお金は琉球政府の時は80% で 20% が他の人たちのドネーション職員からも全部取るって言ったらあれだけど私たちもやらなきゃいけない回っていかないからそういう感じで8つあったんですこの棟がだから10人だから80人ぐらい大体それをやっぱり保母さんが3交代めちゃ疲れるから3人で一つの一軒家の時は私ずっとそこにいたんですよでも駐車祭って言って1人の保母さんが10人じゃなくて3人で20人を見ることになったのだからその時にやっぱり政府の琉球政府が介入してきてほとんどそんなお願いします寄付お願いしますってやらなくていいような状態になったんですだから今はどうか知りませんけどそれでも毎年 20年以上いつもお金100ドル送ってたんだけどやっぱりそういうのはやっぱりインターネットとかピアノとか普通のそういう贅沢品ったら怒られるけど普通の家に全部が揃うわけじゃないんですけどやっぱりインターネット5、6台そういうのに使ったりあとピアノどうしてもピアノ弾きたい子供がいるからピアノ買ったりそういうふうにやっぱり受付もちろん受付でそういう感じにやってたけど今はどうか知らないけども40年仕事外れて50年になるから毎年帰る時はいつも寄付してやってたけど今はもうそれどころかウクライナに今寄付してますなんか経済的にはもう豊かになってっていう感じはいそういう感じですすいませんここの施設も同じでさっき学校みたいな建物だったんですけど裏階段があってそうするとマンションの一部屋みたいになってるんですよキッチンあってベッドルームが2つあってそのベッドルームの中に2段ベッドが置いてあってで同じようにその、先生保育士さんが1人住み込みです
住んでらしてて、で、もちろんお休み取られると別の方見えますけど、本当にお母さんみたいにそこでお食事作ってみんなでご飯食べて、そこでお洗濯して、そこでみんなでお洗濯物を畳んだりしまったり、そういうふうに本当にその家族のように暮らしています。私はちょっとそれ見て感動しました。他に何かご質問とかありますか？はい、どうぞ。ピースブリッジのウェブサイトにPass the Hat っていうフレーズがよくあるんですけど、そのお話をちょっとしてもらってもいいですか？I'll ask in English. Like, I noticed on the Peace Bridge website, there's a phrase called Pass the Hat. I was wondering if you could kind of explain and go into detail regarding that phrase. Okay, that's something my father started after the first visit to the orphanage. There were only maybe 6 men with him, but he went back to the headquarters where there were 2,000 men, and he said, "You can't believe what we saw. We have to help these children. So I'm going to pass a helmet, actually. Please put money in the helmet, and we'll give it to the orphanage." And that became a tradition that continues to this day. Even when they were in Afghanistan or Vietnam or Korea, they still pass the hat and raise money on every payday for the orphans. I think time has changed. There's so many people that need help. And yes, we're an all-volunteer organization. We would love to have any assistance, but the most important thing you can do is to help keep this story alive and share it with others, because it's a good symbol for all of us. 今ご質問いただいたパスタハットって、ハットっつっても結局ヘルメットなんですけどね、兵隊さんがかぶってらっしゃる。で実際オーライリー軍曹が始められたことなんですが、あまりにもご飯もない、着る服もない、かわいそうなので、もうみんなで助けてあげよう。でそのヘルメットを回してみんなその気持ち入れてくださいっていうことで、その伝統が始まりました。で今でもですね、何かの行事がある時に兵隊さん皆さんいらっしゃった時、ヘルメットを回して皆さんそのポケットマニーをドネートされてお金を集めてこちらの施設の方に寄付をされています。それで舞台ですから、どっか練習に行ったり旅行に行ったりアフガニスタンに行ったり何なりいろいろしますけれども、どこにいても必ずそのペイデー給料日にそのヘルメットを回してみんなこれで寄付しようということでそれは今でも続いています。もちろん我々非営利団体としてもその寄付を集めるっていうことも大切な一つの仕事ではありますけれども、それよりも何よりもこの話自体をもう絶やさずにずっと語り継いでいくということが我々の使命だというふうに思っています。世界中どこ見ても多分民間人とミリタリーとの交流っていうのはおそらくこれしかないと思うんですよね。この交流しかないと思うんです。もう75年のヒストリーがあるそういうものっていうのはないと思います。なので私ももちろんこの話は大事にしたいし、もうずっと後世語り継いでいかなきゃいけない。で絶やしちゃいけない。もうずっとこれは続けていかなきゃいけないというふうに思っています。どうぞ。澤田美希さんっていうご存知だと思うんですけども、サンダーズエリザベス・サンダーズ・ホームっていうんですね。で、有名なところなんですけども、今ももちろんそちらやってるんですけども、そちらの方との関係はあるんでしょうかね。今続いてらっしゃいますか。ちょっとお尋ねしたいです。ないです。特に関係はないです。我々はもうここと1対1ミリタリーの127227歩兵連隊ウルフハウンドと
この大阪聖家族の家ということで交流していて、特に他のところと協力したりっていうのはちょっと大変ですね。はじめまして、ちょっと日本から来てるんですけど、あまり私には関わりないなと思って聞いてたんですけど、実は私の娘が大学卒業して就職したんですね、日本で。でそれがたまたま日本の旧西軍の、養護施設で今指導員として働いてるんですね。でそれでなんかこうピースブリッジとはこう関わりとかがあるんですか？指導員なので住み込みではないんですけど、たまに夜勤とかあるみたいなんですけど、でも一切そういうことを話にしないんですね、娘は。なんか日本はみんな若い人は個人情報だとか言って就職してること自体言わないんですけど、はい、ちょっと関わりがある。そうですね。なんていうんですか、アメリカって子供もらわれてステップね、ファーダーとマザーっつってもあんま暗くないですよね。日本だと結構そういうことって隠さなきゃいけないみたいな風習があるじゃないですか。ちょっと今の若い人はどうだかわかんないですけども、私なんかが日本にずっといた時なんかは結構そういうもらわれっ子とかそういうのは言っちゃいけない、なるべく内緒にする。で実は私の母も、親戚からだったんですけれども7女だったので今私のおじいさんおばあさんにもらわれたんですよ。でそれ知らなかったですから、私も。でなんで知ったかって言ったら、私自分の名前の漢字を変えようと思って戸籍抄本ですか、ずーっとあるやつを取ったら母のところに養女と書いてあったんで、何これと思ったんですよ。で全然本当にその頃まで知らなかった。だからやっぱりそういうことって結構暗いこと、なんかあまり人にも言っちゃいけない、あまり話しちゃいけないみたいな、そういうなんとなく感覚がありますけど、そういう意味ではアメリカは結構オープンで、いや僕もらわれてるからこれステップマムだなんつって結構平気で言ってるので、いやすごいなと思いましたけど、最初アメリカに来た時。でもそれはそれでお国柄でいいかなと思うんですけれども、でも多分大変だと思いますよ、お仕事。So she doesn't tell what time that she works and where she works and those kind of stuff. It's kind of secret. 質問ある？はい。すいません。私はこの老犬部隊という言葉を聞いたのはテレビもない20代だから。これ続いてるんですか？継続は力なりだから、すごいことですね。今も続いてるの？はい。今も続いてるの？もちろん。ずいぶん前の話ですよね。私が20代の頃ですよ、新聞で読んだのは。ねえ、続いてるとしたら素晴らしいこと。ワンダフル。あの頃の戦災孤児は駅の地下、私たちが終戦後駅の地下に行くと裸足で大体男の子がずらーっと寝てる。この老犬部隊の聖家族の家に入れた子はラッキーだと思います。真っ黒に汚れてみんな裸足でもうずらっと寝てました。かわいそうでした。もう話したら長いからこれでやめる。ちょっと私聞いてて飲み込みが悪い、ちょっとスローな方のものですから変な質問になるかもしれませんが、この老犬部隊と聖家族の家の関係は戦災孤児を見る最初はで、今もうあったんですよ、もう聖家族はあったんですね、あって、でそこに戦災孤児が入ってきたということですか？戦災だけじゃないですけど孤児の人がで現在はどういう人たち、どういう子どもたちがやっぱり親御さんが手元で育てられない、そういう感じの。だから親御さんが親権を放棄する方もいれば、親権を持ったままの方もいらっしゃいます。でそれが老犬部隊との関係が
ずっと続いてる。続いてる。だからそれはもう今はその戦争の関係にない形の援助ということですよね。はい、わかりました。ありがとうございます。親が問題、子供は大丈夫だけど親が問題児、それでもう面倒見れないっていう感じこの大阪聖家族の家もこちらはカトリックです。カトリックの団体の施設になっています。何区にあるんですか？何区？天保地区。The address of the orphanage。知らない。天皇地区だけだ。アイリン地区じゃないですね。アイリン地区。いや、アイリンじゃない。西成ではないんです。西成じゃないと思うんですけど、what was the station that the closest to the orphanage? I think that was a 10H。これでいい。これが何区ですか？青森とかあったらいいのにね。何も南田辺、東住吉です。東住吉。でもすごいですよ。商店街の会長さんとかも行事があるといらっしゃるし、もちろん大阪のアメリカ領事館の領事の方もいらっしゃるし、行事があるとすごく軍人さんがいらっしゃるからだと思うんですけれども、すごく幅広い方々と交流と、支援を受けさせていただいています。何質問あります？ヒューさん、リカさん、今日は本当にありがとうございました。実は僕も最初にピースブリッジを教えてもらったのがちょっとね、よく意味がわからない感じで、リカさんにクリスマスの忙しい時にノースショアでクリスマス積むからノースショアまで来いとか言われて、しかも陸軍の基地の中だからなんかセキュリティあるからどうでもいいからクリスマスのプレゼント包むからおいでって言って何のことかわからないで言ってでスコーフィールドの基地に入ったらセキュリティがすごいんで入るだけで20分ぐらいかかるんですよ。車の下に爆弾ないかとかチェックされて、でやっと入ったらなんかもうすごい軍人たちがもう黄色人から黒人から白人からもうみんな集まって休みの日にですよ、部隊の人たちはその日は給料もらわないんですよ。もらってないんですよね。そうみんなボランティアで奥さんも子供も来て何百人がこの箱を、さっきの箱の写真がありますけど戻るのは箱もうちょっとありましたこれ。そうこれ箱6個だけなんですけど、実はこの前なんか How many boxes were there last time? 750だから750個のおもちゃをこれ25個ぐらいで、やっぱり軍人さんがやるから整理整頓とかこの分別がすごいんですよ。3歳の女の子、4歳の男の子、15歳の男の子全部分けていくんですよ。でこれを全部軍の飛行機でまた空輸して、ここは JAL さん、これは JAL ですか、おもちゃ。そう JAL さんがタダでやってくれるんですか、割引そう割引で、スポンサーとしてね、燃料費ぐらいはお支払いしてるでしょう。でそういうのが届いてこのウルフハンドの部隊の人がプレゼントをあげるって、残念なのはその子供たちってやっぱ未成年なんでその写真とか映像とかあまり撮れないんですけど、多分もらう時すごい喜んでると思うんですね。僕も直接見たことないと思うんですけど、でそういう話をリカさんから数年前にプレゼント包みに来いって言って教えてもらったので、皆さんももしクリスマス前とかになったら寄付金でそういうプレゼント送りますので、ウェブサイトとかに行って5ドルでも10ドルでもいいのでお支払いしてあげてください。はい、今日は木曜後3回から2人にプレゼントなんですけど、We have a small gift for you guys. This is our original design tote bag that Mr. Yamada designed for us. So maybe you can put it in the Christmas present next time. You can send a few over to Osaka. So, okay, well, another round of applause for Mr. Hugh and
カ平田さんありがとうございました。 Thank you so much.